こんにちは、ミッキーです。今回は大阪・関西万博特集の後編。前編では王道の攻略をご紹介したんですけれども、後編ではまだあまり知られていないようなディープな準備術をご紹介します。体験型展示の事前対策はもちろんのこと、混雑回避の鍵になるような待ち時間一覧や夜間券の活用法、また地味に楽しいスタンプラリーの楽しみ方だったり、情報共有に欠かせないような SNS の活用方法まで幅広くご紹介していきます。前編だけでも 100% 楽しめるように工夫はしていますが、120% 以上楽しむといった意味では、この後編も参考になるかなと思います。ぜひ前編後編合わせて大阪・関西万博を素敵な思い出にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、後編の一番最初にご紹介しますのは未来の都市。こちら未来の都市パビリオンは現在と未来の都市をつなぐ架け橋のような存在。日本の都市開発がどこまで進んでいて、これからどう進化しようとしているのか、その全体像を視覚と触覚、そして参加体験を通じて体感できる非常にスケールの大きな展示です。そしてテクノロジーの学習といった意味でもとても学びになる要素が多くて、子供だけじゃなくて大人でも楽しめるようなコンテンツがたくさんあります。子供連れの方々はこの企画だけでも十分に自由研究に活かせるようなテーマかと思いますので、ぜひ参考にしてみてほしいです。注目すべきはただ展示を見るだけではないという点。 AI による都市運営、災害時に自動で最適化される避難ルート、分散型電力ネットワークなど現実的かつ先進的な都市モデルが紹介されています。その多くはすでに日本各地の実証実験で成果を上げている技術なので、ここで見る未来はもうすぐ私たちの暮らしにも入ってくるような近未来だとも言えます。実際に展示を見る中でこの部分はすでに実用化されているなと感じることもできる部分が多かったので、むしろ生活に取り入れるにはどういった工夫が必要かといった観点で見るのもいいのかもしれません。さて、そんな展示に触れつつ、事前準備の9つ目、パビリオンの予約方法についてもご紹介します。未来の都市に関しましてもパビリオンの予約を活用して入場しています。こうした人気パビリオンを確実に体験するにはパビリオンの予約と知識の準備が不可欠。万博では一部のパビリオンで事前予約が導入されていまして、来場予定日の2ヶ月前と7日前までに予約申し込みの受付が行われます。これは抽選制で当選者のみに入場券が与えられます。そしてさらに注目しておいてほしいのが当日の予約枠。午前9時前後に万博公式アプリや現地端末から先着順で当日の入場枠が開放されます。ただし特に人気パビリオンはアクセスが集中し数分で埋まってしまうこともあるので、あらかじめ手順を確認していくことがおすすめです。また実はパビリオンごとで予約の方式が異なる点も注意点。そもそも抽選制を採用していないような施設もあったり、時間ごとに整理券配布を行うブースもあるようなので、いつどの方法でどのパビリオンの予約が取れるかは一律ではなく、事前の情報収集が全てを左右すると言っても過言ではありません。今回の動画を見たからこそ解決できる方法として、当日の予約開放時間やリンク一覧を動画の概要欄に情報をまとめていますので、よかったらそちらを確認してほしいです。ただそちらは公式情報ではなくて有志でまとめていただいているような情報になりますので、あくまで参考程度に考えてみてほしいです。またもう一つ注意点として、当日も会場に入場してから10分後に予約が可能になりますので、その点もご注意いただければと思います。さて、そんな未来の都市を見学した後には近くにあります空飛ぶ車も拝見。空中移動が現実味を帯びてきた今、その存在は移動の未来とも言えます。フライトの実習内容だったんですけれども、ぜひその姿を身に焼き付けてほしいです。さて、こちらはアーティスティックな車椅子インスタレーション。単なる補助器具ではなくて移動の自由そのものを象徴する造形として展示されているこちら、鏡越しに写真を撮るのもおすすめです。続いては会場マップに載っていない知る人ぞ知る特別な見学施設ライト未来の森のご紹介。こちらはパビリオンではなくて地
球環境産業技術研究機構、通称ライトが運営するカーボンリサイクルファクトリーという体験型ツアーの施設見学。残念ながらこちら未来の森は完全事前予約制。そしてすでに全ての予約枠が埋まっているようです。公式アプリはもちろんのこと、ライト公式サイト経由の予約枠も現在は受付終了。当日予約枠もない、まさに幻のツアーだと言えます。その分 SNS では行けなかったけど気になる、もっと早く知っていればといった声も多かったので、今回動画にも一応まとめています。最先端の CO2 固定技術を紹介するこの施設は、会場内の一般エリアではなくて専用バスでの移動が必要な非公開エリアに位置しています。内容は大気中の CO2 を回収する DAC という技術の実証装置や CO2 を資源化するプロセスの 3D 解説など、科学技術に特化した専門的な展示が中心でした。さて、そんな展示の後はフードトラックで腹ごしらえ。会場内の各所にはフードトラックも多数出店。だいぶ値段は高いんですけれども、レストランよりも回転が早く、国際食豊かな軽食が揃っているので、移動の合間や短時間での食事にもご利用ください。続いてご紹介しますのは、我々日本人にとっては最も興味深いと言えそうな日本館。会場東側に位置する日本館は、まさに命輝く未来社会のデザインを体現するようなパビリオンです。まず目を引くのは、竹をイメージした幾何学的な外観。伝統とテクノロジーが融合したその姿は、訪れる人の足を思わず止めさせます。内部では視覚、聴覚、嗅覚といった五感に訴える展示が展開され、自然、文化、技術が一体となった循環をテーマに未来の社会像を描き出します。また、日本館の魅力は展示だけにはとどまりません。ショップエリアで人気キャラクターとのコラボグッズが多数展開されているように、展示の中でもハローキティやドラえもん、そして微生物をモチーフにしたベアブリックなど様々なキャラクターが登場します。今さっき触れたショップエリアでは日本館限定デザインのアイテムが手に入るということもありますので、グッズ目当ての来場客も少なくありません。さて、こちらは循環の一部のテーマであります藻をイメージした様々な種類のキティちゃん。この雰囲気も含めてお子さん連れでも楽しめるようなそんなコンテンツが展開されています。日本を冠しているだけありまして、日本の本気度合いが伺えるようなこの展示。そんな日本館は非常に人気が高く、待ち時間は日によって2時間以上になることもあります。そんな背景も踏まえつつ、事前にしっかりと計画を立てておくのがスムーズに楽しむためのポイント。そんな時に役立ちますのが準備の11個目。各パビリオンの待ち時間をまとめた外部ツール。ユーザーが有志でリアルタイムに投稿した情報をもとに混雑状況を一覧で確認できる便利な仕組みです。そんなリンクも動画の概要欄に載せてますので、事前にブックマークの上ご活用ください。例えば日本館が混んでいる間に他の空いているパビリオンを先に回るといった臨機応変な動きもできますし、公式アプリよりも正直見やすくてパビリオン巡りを効率的にこなしたい方にぴったりです。先ほどご紹介したパビリオン予約をしていただいた後に、その時間までの空き時間、巡れるパビリオンはどこかなといった活用をしていただくと、空き時間を存分に活用できそうです。さて、そんな話をしているうちに展示もどんどん進んでいきます。ご覧のように空間全体の演出、キャラクターの活用、そして循環という深いテーマを知りながら確認できるのが魅力的です。さて、こちらはドラえもんが登場しているファクトリーエリア。循環型のものづくりをナビゲートしてくれる存在として、子供にも大人にも大好評です。また漫画を使ったりイラストで説明してくれたりしますので、知識があまりない方だったりとか、特にお子さんには分かりやすく説明してくれているような、そんな工夫なのかなと思います。楽しみつつ学べる、そんな日本館の魅力が存分に感じられる空間になっています。またキャラクターはドラえもんやキティちゃんだけでなくて、ご覧のようなトランスフォーマーをモチーフにしたような展示もあります。ただ単純にトランスフォーマーを出しているというわけではなくて、トランスフォーム、つまり変形させながらその日本の素材がどうやって活かすことができているかといったところとか、その変形に込められた様々な合理的な用途についても知ることができます。そしてこちらは展示の終盤に登場します巨大な回転ディスク。この装置は調湿性に優れた軽装度でできていまして、空間の湿度に応じて自然に吸放出を繰り返します。そこで映像と音響が重なって命の巡りを体験できるように設計されている空間です。ご覧のように館内はファーム、ファクトリー、プラントの3ゾーンで形成されていますので、エリアごとに少しずつテーマが違います。また、そのタイミングごとでどこのゾーンからのスタートになるかといったところも違いますので、ぜひそういった部分にも注目してみてください。
ただどっから始まっても循環というテーマに沿っていますので、しっかり完結できるようになっているところも魅力的です。さて、そんな日本館の最後にご紹介しますのは火星の石。こちらは南極で見つかった世界最大級の火星隕石。中には触ることができます小さいかけらもありますので、そちらに触れつつ科学的価値の高い貴重な存在に触れてみてほしいです。そして出口を出て見ることができますのは、以前の大阪万博の際にありました太陽の塔の土台。こちらも注目すべき点です。続いてはベトナムパビリオン。伝統的な技法で編まれた竹のカーテンをくぐり抜けると、伝統と現代で静かに交差する体験空間が広がっています。館内では伝統織物や工芸品、映像によるベトナム文化紹介がコンパクトに展開されています。訪問のタイミングでは開催されていなかったんですけれども、水上人形劇の映像シアターでベトナムの伝統芸能が現代技術で再現、しっとりとした感動を味わうことができます。さて、ここでの事前準備ポイントは夜間券利用の勧め。今回の万博ではディズニーランドやディズニーシーのように夜間だけを楽しむためのチケットも用意されています。混雑や暑さを避けてより快適に万博を楽しむなら夜間券はとてもおすすめです。16時以降から入場できますので、大抵のパビリオンが閉まる9時までを考えると、おそらく5時間ぐらいは楽しむことができるかと思います。さて、一旦ベトナムパビリオンのご紹介に戻ります。ベトナムパビリオン内ではテイクアウト限定でバインミーやフレッシュな生ハガキ、そして甘く濃厚なベトナムコーヒーなどが販売されています。展示を見た余韻を味わいながらテイクアウトしたベトナムのフードやドリンクを大阪万博の会場内で楽しむことができますので、割とおすすめです。それこそ大屋根リングの下で少し涼みながら楽しむこともできます。またもう一軒、万博の会場内にありますレストランのご紹介。こちらはピッツァ・ダ・マリオです。ご覧のように席は比較的空いているような印象を受けるんですけども、おそらく皆さんもご存知の通り、こういった万博内のレストランはとても価格が高いです。そんな都合もあって、このレストランに入った後価格を見て足を引き返す方も多かったように感じます。とはいえ比較的空いていますし、じっくりと食事を味わうことができますので、ここは割り切って購入していただくのもおすすめです。この日は FS ビールセットといった形でトルコのビールとピザをいただきました。こちらの店の魅力は本格ナポリピッツァとトルコの食文化のクロスオーバー。ナポリピザに合わせつつトルコビールや濃厚な甘みが特徴のトルコのスイーツバクラバ、そして伸びる食感が楽しいトルコアイスも提供されています。こんな感じで万博の中ではフード類も楽しむことができますし、景色自体も抜群なので、先ほどご紹介した夜間券を使うことで景色だったり食事を楽しむといった用途でも満喫できるように感じます。ぜひ合わせてご確認ください。続いてご紹介するのはモナコパビリオン。個人的にこじんまりとしていながらも期待値以上に楽しめたのがモナコパビリオンです。モナコパビリオンは Take Care of Wonder をテーマに地中海風の庭と日本庭園を融合させた美しい空間が広がっています。館内では水中を思わせるような静かな映像や模型を通して海洋環境の保護や持続可能な社会の在り方が丁寧に紹介されています。自然への気づきと配慮が心に響く洗練された体験が待っているのがこのモナコパビリオンです。さて、これまで様々なパビリオンを前編後編通してご紹介してきましたけれども、実は全てのパビリオンに公式スタンプ台が設置されています。そんなスタンプを一つ一つ押していただいて万博を巡った思い出にすることができます。スタンプラリー用に公式ガイドブックの手帳が付いていたりもするんですけども、例えば期限切れのパスポートを使っていただくと本物の旅行さながらにスタンプを集めることができますので、ぜひそういった活用も検討していただければと思います。さて戻りまして、こちらモナコパビリオンの展示の様子、前半とはまた打って変わってこのライトアップがされた深海のような様子は幻想的でとても美しかったので、ぜひこの景色も含めて楽しんでみてほしいです。さてこちらはチリパビリオン。チリパビリオンは火山や氷河、砂漠といった自然のスケールを音と映像で臨場感たっぷりに再現。短時間で足も運んでみてほしいです。こちらはコモンズ館の B。中でも特に人気なのはボブ・マリーとウサイン・ボルトの等身大オブジェを展示するスペースがあるジャマイカブースの前ではそういったオブジェとの記念撮影をしていたりといった方がたくさん見られまして、あまり知られていないからこそ行列はできていなかったんですけれども、この前を通ったらぜひ撮影してほしいような、そんな注目スポットだったかなと個人的に感じています。
続いては大人気パビリオン、フランスパビリオン。会場内でもひときわ目立っていますこちらのフランスパビリオン。螺旋状にぐるりと巻き上がるような巨大な階段が目印です。ここから体験が始まるフランスパビリオン。この建物の設計を手掛けたのは建築家のトマ・コルデフィーと MIT メディアラボ出身のカルロ・ラッティ。階段を登って最初に現れますのはスタジオジブリとのコラボ展示。こちらではもののけ姫の印象的な場面をフランス伝統のオーブスソン織りの技術でタペストリーに仕立てた作品が展示されています。織物で再現された自然の情景は映像とはまた異なった重厚さがあって、日本とフランス双方のクラフトマンシップの域を感じさせてくれます。そんなコラボレーションを見た後には17メートルの高さを誇る巨大な布製ファサードも特徴的。建物の2面に吊り下げられ、劇場のカーテンのように光と風に応じて揺れ動く構造になっています。そんなファサードをくぐり抜けると、今度はルイ・ヴィトンとのコラボレーション。ルイ・ヴィトンが手掛けたインスタレーションで85個のトランクがアーカイブのように積み上げられた地のライブラリー。そんな地のライブラリーをくぐり抜けると、今度は直径 6.6 メートルの巨大な球体トランクも現れます。フランス政府の要請でパリに創設されたコンピューターミュージックの研究機関イルカムによる音響と日本のメディアアーティスト真鍋大斗さんの映像演出が融合し、知と技術、歴史と未来を同時に感じさせるような空間が広がります。音と映像が呼応することで見る者の感覚を刺激し、五感で未来のフランスを体感できるような魅力のコンテンツです。さて、これまでに様々な魅力を万博の中でご紹介してきましたけれども、左上の事前準備14に書いてある通り LINE オープンチャットの活用もおすすめです。LINE オープンチャットには万博のチャンネルが存在しまして、リアルタイムの混雑情報や待ち時間、演出のタイミングなどが共有されています。今なら空いているだったり、このパビリオンは朝一が狙い目といった体験者の声が集まっているので便利な情報源です。とても親切な方が質問にも答えてくれたりしますので、ぜひこちらの活用もご検討ください。続いては映像とサウンドで表現されたダンスパフォーマンスが展開されるエリア。ステージ上の人物が映像の中で現実と幻想の間を行き交うように踊って、光と影、体と空間の境界を曖昧にするような演出がなされています。これは表現の自由や人と都市との共生をテーマにした現代アートの一部で、没入的な体験になっていました。さて、そんなダンスパフォーマンスを見た後にエスカレーターでゆっくりと下っていきますと、広がっているのはミラクルガーデン。屋内とは思えないほど開放的な空間に樹齢数百年とも言われます古代オリーブの木が静かに佇んでいます。光と植物の演出が心地よく、展示全体を通しての自然との共生というテーマを改めて感じさせてくれています。さて、先ほどのルイ・ヴィトンの展示の中からも頻繁に登場しているのは、ロダン美術館から運ばれたロダンの彫刻の数々。テーマは手。人間が最初に使った道具としての手、職人技を生み出す手、そして人と人とをつなぐ手。これらの彫刻は単なる造形美を超えて手が持つ意味と可能性を見る者に問いかけるようなメッセージが込められています。作品はパビリオンの白書に点在し、空間全体がアートとメッセージの交差点のように設計されています。さて、そんなロダンの作品を眺めながら奥へ進んでいきますと、終盤にはディオールによりますファッションの展示が続いていきます。トリコロールカラーのバースーツや 3D プリントで再現された香水ボトル、アイコニックなレディ・ディオールのバッグが洗練された光と音の演出の中で浮かび上がります。これらはフランスの伝統と最先端技術の融合で、ファッションの国、流行の国でもあるフランスの美学を象徴しています。そんなディオールの空間には400点以上の服の仮年洋服である白いトワルが宙に浮くように配置されまして、クチュールのプロセスそのものを詩的に再現しています。そしてパビリオンの終盤に用意されていますのは世界遺産ゾーン。海に浮かぶフランスのモン・サン・ミシェルと日本の厳島神社が対に並び、しめ縄で象徴的に結ばれているのも印象的でした。両者の潮の満ち引きや海との共生が空間を静かに包み込んでくれているような、そんな気さえしてきます。さらに2019年に火災で被害を受けたノートルダム大聖堂と沖縄の首里城も展示対象に。いずれも火災と再建のリズムを映像演出で交差させ、文化継承と復興のメッセージを伝えているようです。ここでは文化を守り再生し、国を越えて共鳴する力が来場者の胸に静かに響いてきます。
そして展示の締めくくりは映像演出でフランスの技術力だったりフランスの文化を表現してくれています。まさにフランスが世界に誇る芸術と革新の精神を融合させたパビリオン。外観も魅力的ですけれども、中に入っても様々な魅力的な部分がありましたので、ゆっくりと時間をかけて巡ってほしいようなそんなパビリオンになっていました。さて、実はフランスパビリオンの外にも彫刻があります。入場しなくても確認することができるさりげない野外アートとして確認できるので、ぜひともこちらも写真に撮ってみてほしいです。さて、最後にご紹介するパビリオンはスペインパビリオン。スペインパビリオンでは印象的な2つの空間が来場者を迎えます。前半は深い青と緑に囲まれた海をテーマにしたゾーン。浮かぶ巨大な LED 球体と黒潮を描いたような映像演出が特徴的です。スペインと日本を結ぶ海洋のつながりを表現しているこちらの展示。流れる音と照明が静かな没入感をもたらします。スペインというと情熱的なイメージがあると思うんですけども、後半はまさにそのような雰囲気。オレンジに染まる太陽の空間へと誘います。サステナブル素材で作られた家具やアートが並び、人と人とのコミュニケーションや共生をテーマに構成されています。中でもスペインから届いたポストカードとデジタル表現が並ぶ展示は過去と未来の対話のようになっています。そして最後はガンダムパビリオンの横を通って西ゲートへと向かいます。東ゲートは満員電車のような混雑に疲弊してしまいますので、前編の動画でもご紹介したバスの予約を忘れることなく西ゲートから帰っていただくことをお勧めしています。さて、盛りだくさんだった大阪・関西万博の特集もここまで。事前準備の数は今回も多かったので、最後にアフタートークの方でご紹介していきますけれども、今一度全ての展示を振り返っていただいて確認することをお勧めします。前編後編合わせてとてもたくさんのご紹介をしてきましたし、特に情報量を重視してご紹介していますので、後悔のないよう大阪・関西万博を楽しんでみてほしいです。以前ハリーポッターの動画を公開した時もたくさんのコメントをいただいたんですけれども、今回もこちらのコメントの方でたくさん質問していただいて、可能な限り皆様の体験が良くなるようにコメント返していこうと思いますので、お気軽にコメントを残していただけますと幸いです。さて、ここからはアフタートークに参ります。メモ必須、事前準備できましたかというテーマです。今回の後編の動画では7個の事前準備をご紹介しています。まずはパビリオンの予約方法、続いてライト、未来の森事前予約、続いて待ち時間一覧の活用、続いて夜間券利用のすすめ、続いて公式スタンプラリーのすすめ、続いて LINE オープンチャット活用、最後は前編でも紹介しています通り、北区は西ゲートがおすすめという点です。一つずつ軽く振り返っていきます。万博予約には2ヶ月前抽選というのがありまして、3ヶ月前から2ヶ月前の前日まで受け付けている予約があります。それを逃すと次は7日前抽選。7日前抽選は予約をした日の1ヶ月前から8日前まで受け付けるような申し込みです。いずれも抽選になっていますので、申し込みを忘れることなくしていただくと良さそうです。ただ、いずれも競争率が高く、おそらく皆さんも当日予約枠で抽選することになりそうです。入場開始になります朝9時前後に万博公式アプリ経由で先着順で当日の入場枠が開放されます。ただお察しの通り数分で埋まりますので、あらかじめ準備しておいてください。個人的に注目しておいてほしいのがパビリオンごとに異なる予約方法。今回概要欄の方には当日の予約開放時間の一覧を載せていますので、そちらを確認しながら、例えば iPhone の方でアラームを設定していただいて、抽選時間の5分前になったらスマホをスタンバイしていただくという運用をするのがおすすめです。続いてはライト未来の森事前予約について。こちら残念ながらすでに予約は全部埋まってしまっていますので、今回体験することは難しそうです。続いては待ち時間一覧の活用。こちらも概要欄の方に載せていますので確認してほしいです。先ほどは尺の都合でお伝えできなかったんですけども、万博の公式アプリでも一覧は公開されていますが、パビリオンの更新が間に合っていないことが多く、正確な情報としては実は今回ご紹介しているリンクの方が正しかったりします。ぜひ参考にしてほしいです。続いては夜間券利用のすすめ。16時以降から入場できるディズニーのアフターシックスのような制度。16時入場でも5時間は楽しめますので、ぜひとも活用してほしいです。夜の景色もとても素敵です。続いては公式スタンプラリーのすすめ。各パビリオンにスタンプラリーも設置されていますので、万博の思い出を旅の思い出のごとく楽しんでほしいです。続いては LINE オープンチャットの活用。万博の LINE オープンチャットというものがありまして、そ
そちらでは当日のリアルな声がキャッチできますので、ぜひ入っていただいて、その時の生の情報を活用していただくと良さそうです。それこそ噴水ショーやドローンの開催なんかも仕事ができそうです。最後は帰宅は西ゲートがおすすめという点。こちら前半とも絡んでくるんですけども、シャトルバスの予約を忘れないようにしてほしいです。実際に体験しましたけれども、東ゲートからの帰りは結構地獄です。今回ご紹介した事前準備が皆さんの役に立つととても嬉しいです。以上ミッキーでした。ありがとうございました。